何その、刑務所の中でソフトボールとかそういう球技すんな。しますよ。できますよ。それって今からソフトボールする人みたいな人やる？いや、平日、うん。で工場で作業するんですけど、その間に必ず30分の休憩1回あるんですよ。でその時、普通の天気いい日は必ず大体外なんですよ。冬場を除いて。晴れてる日は外で運動なんですよ。で、グラウンドでっかいあるんですよ。めちゃくちゃでっかいグラウンド。もう、普通の学校みたいなやつだ。そう。めっちゃでっかいですよ。それを2枚に分かれてるんですよ。で、2枚に区切って、で、こっち側の A グラウンド、B グラウンドって俺ら入ってた刑務所では呼んでたんですけど、A グラウンドはここからここまでの工場の人たちが使って、B グラウンドはこっちからこっちの工場が使うみたいな感じで。で、そこの工場行って整列して、隊列組んで、1、2とか言いながら行って、で、最初、なんかラジオ体操みたいなのするんですよ。必ずそれは。30分ださ。30分のうちにラジオ体操みたいなやつを最初やって、まあ2、3分で終わるんですけど、その後、じゃあ、運動開始って刑務官から言われたら、みんな散らばっていくんですけど、そこからもう喋ろうが笑おうが運動しようが自由なんですよ、30分は。じゃあその30分の間に準備運動した後は、もうソフトしようが何しようがいいわけだ。そう。じゃあソフトすっかって話になって、じゃあソフトする人見てる人集まる。そう。で、グラウンドの端の方に用具庫、ちっちゃい用具庫あって、その中にバットとかグローブとかヘルメットとかボールとか入ってて。じゃあそこでどうやってこのグループ分けするんだ？いや、やり手人がもう、おのおの集まっていくっていう。だってソフトするってことは、守りと攻めがあるわけじゃん。いや、もうあれですよ。要はノックみたいなもんですよ。ソフトっていうか、ボールで差を使って、球打って、投げたりなんだりして遊んでるだけだ。そうですね。実際ソフトボール大会っていう大会はあるんですよ。もう3年ぐらいもコロナでやってなかったみたいなんですけど。その刑務所の中でおとなしみ会みたいなのあるんだ。そう。工場対抗ソフトボール大会みたいな、いろいろあるんですよ。もうあれだ、もう半分、なんかもう、騎馬戦みたいなもんなびや。そう。こういうのやっていいんかなみたいな感じなんですけど。で、まあ、ちなみに話変わりますけど、ソフトボールは今年あるらしいんですけど、俺、ある前に出ちゃったんで、で、俺が出る前にやったのはキックベース大会ありました。工場対抗で。工場対抗みたいなするんか。はい、なんでもね、悪いことしてる奴らが刑務所の中でおとなしみ会してんだよな。あれいいじゃないですか。なんかあれじゃないですか。おかしいべ、そんな。みんなめちゃめちゃ燃えるんですよって。だって、どう考えたらそんなんやり手がねえやついれるわけじゃん。もっと硬派なやつだ。やっぱ基本的に悪いやつがピュアだよな。ピュアだ。みんなめちゃめちゃ真面目にやるんですよ。声出して応援したりして。本当の悪い以外はみんなピュアだよね。で、出る選手はもう事前に募って、係の人が出ますか誰々さん出ますみたいな。係って何？刑務所の職員なくて、工場の罪人たちの中でも、衛生係、計算係っていうランクの高い人がいるんですよ。俺らの給料の計算したり、あとなんかこう、例えばあれください、これくださいみたいな日用品を、申し入れたら支給してくれる、親父の右腕みたいな人がいる。親父って担当の刑務官のことを親父って呼ぶんですけど、親父の右腕みたいな。もう親父の使い魔みたいなやつがいるわけだ。そう。その人たち。紙みたいな。そう。四天王みたいな感じで、5、6人普通の工場に大体。で、その人たちが聞いて回って、この人確か野球経験者だなみたいな人に声かけていくんですよ。スポーツ得意だそうだなみたいな感じ。じゃあなんだっけ、そのソフトボール大会は、基本できる人しか出れんだ。できる人、やりたい人しか出れんだ。あとの人はブルーシートしてみんなでこう応援もしくはヤジ飛ばしてるっていう。ヤジも飛ばせんだ。あんまりひでえヤジ飛ばすなよって言われて。ヤジ飛ばすと捕まるわけだ。めちゃめちゃ引っ張られてあれですよ、しばちと思うんですよ。でも俺らの工場の親父は結構優しくて話の分かる人だったんで、それ聞いて笑ってましたね。ソフトボール済んだんですけど、まあ要はやる人なんかもう10何人ぐらいしかいないから、まあ試合はできるし時間もないんで、要は投げる人、打つ人、守る人みたいな感じでやってるんですけど。だってそのバットとかって凶器になっちゃう。大丈夫ですよ。なんだそうなんですけど、あれ金属バットでしたね、一応。あれ持って暴れ回ったらもう、イチコロだべよ、みんな。でも本音あれが悪いねんか。いや、
一頭はいますよ。もうなんつうんですかね、厳しいあれに耐えかねで刑務官に向かって飛び切りしたやつもいますけど、あんだんか、はい、俺は見てですけど、そういう話は聞きますよ。だってそもそも刑務室入ってる時点で気短いじゃん。はい、気短くて、どこ足りねえから刑務所入ってるわけだじゃん。はいはい、なるよにゃ。だから受刑者同士のいざこざはちょいちょいありますよ。じゃあちょっと受刑者同士のいざこざの中で一番ひどかったやつ。いやー、俺入ってた工場ではみんな結構ちょいちょいあいつがムカつくとかなんとかっていうのはありましたけど、大きなことはなかったんで、みんな割と平均的に仲いいがあったんですけど、仲いいったってこの時偶然もさせまったやつだべや。そう仲いいくなるんだ。そうっすね。思い事現金だから喋んねば長いすっかぐらいしかないんで。まあ、そもそも集まってる時点でそこの刑務所の A チームは、はい、A グループはどちらかといえば殺人とかおかしいやつなんだ。そうっすね。あんまり傷害致やっても傷害致うっかり殺してしまったぐらいの人はうっかり殺してしまったぐらいの人はいました。ヤクザ対ヤクザみたいなとかなんかなんで殺したのか分かんないです。どういう経緯で殺したのか分かんないですけど、彼女が殺してしまったっていう人もいましたし、首絞めたところなんかやってる時に首でも絞めちゃってたじゃないですかね。よくわかんないですけど。こんなあんなかな。ぶん殴ったら死んだとかそういうな。頭の打ちどころがあるしな。だから最初からその計画的犯行なくて、とっさの怒りに任せてやってしまったっていう。あと比較的刑期短いじゃないですか。10年度が8年度がこんなんで。俺ら入ってる刑務所って8年未満しか入らんねんすよ。だからもうゴリゴリの殺人犯みたいなやつがいないんで。だってもうなんか刃物で切られて縫ったみたいな跡ついてるやつはいねえわけだ。こういうやつな。喧嘩で傷だらけっていうやつはたまにいますけど。でも刑務所の中ではそんげみんなおとなしいっすね。おとなしくしてるんだ。でもそういうやつは基本そんな暴れこいたりしねえと思うよ。一番暴れこくようなやつって何やじゃ限界知能的なやつね。そう頭の足りない人だよに偏差値でなんだIQ75 とか85とか忘れたけど、言い方悪ければ知的障害者ですね。ギリ知的障害者さ分類されねがったやつだね。そうもう紙一重のやつが紙一重のやつがあいつらが一番危ねえよね。こいつ知的障害だべっていうやついますけど、そんな確か落ち着きねえやつとか、何言っても話通じねえやつとかいますけど、歩く時になんかどっか一点を集中して見て歩いてるとかな。それあるよね。なんか目合わねえ。話しかけても目違うとこ見てる。この人話聞いてんだかみたいな人。ある。それはよくわかる。いた。そんな感じの、だからおとなしかったんで、揉め事ではないっすね。よく他の工場で喧嘩してうちの工場に異動になった飛んでくるって言うんですけど、飛ぶのが飛んでくるって言うんですけど、っていうやつらは何人かいましたけど、そいつらも大体手出されて口論ぐらいなんで、口論でも引っ張られるんで、しかも喧嘩両成敗でふっかけた方もふっかけられた方も加害者も被害者もパクられるっていうか、だから加害者だけだとすれば煽ったりする可能性あるけど、被害者の方もやられるってことは煽りもしねえし、なるべく避けようとするわけだ。そうだからいざこざがあまり起きないわけだ。そうでもよく受刑者同士で殴り合いして血だらけになって、刑務所さいながら逮捕されて傷害罪上乗せになって別の刑務所さ移動になったってやついますけど。だっていじめはあったよ。ありますけど、俺らの工場はほぼ願ったっすね。なんか、じゃあもう最初の方のあれは最初3ヶ月もうほとんど独房だったんでずっと、いじめとかはないっすね。いじめでも話は聞くんか。聞くっす。どういういじめされんのやろ。多いのは飯上げっつって食い物取られんなんすね。だって刑務所で食い物ってだってみんなで仕事で一気に食ってるわけだよ。工場さ出てる時は工場の食堂でみんなで食うんですけど、朝昼、朝晩は部屋で食うんで。
ああ、5人とか4人とかの部屋で食うわけだ。はいここで飯取られるって、まあ、中身までずっと見られてるわけねえから気づかれねえんか。目を盗んで、職員の目を盗んで、飯取ったり。で飯取るとか取られるとかって大した一命じゃねえじゃん。あ、でも、飯食えねえから一命か。正直、刑務所での楽しみって、飯を食うことだけなんで、基本的に。同じ部屋の水虫のやつの靴下を使ってお茶をこして伸ばせるとかそういうことするんだ。寿司はしてます。あとその水虫の靴下を実は突っ込まれたとか刑務官がやるなんてのはあんまねえんだ。うちはなかったっすね。なんかよく話聞けんとにゃ。いじめっつうが指導の名目でぶん殴ってるやつは腹いせだもんにゃ。腹いせって面白がってるだけだよにゃ。そうそう。昔は結構頭いいですけど、俺の時は願ったっすね。同じ部屋の水虫のやつの靴下を使ってお茶をこして伸ばせる